回はブルーインパルスの航空ショーの種類について詳しくなりましょう。ブルーインパルスはいつも元気いっぱい飛んでいますが、実はその日の天気や飛ぶ場所、イベントの性格に合わせ7つのパターンを巧みに使い分けています。毎回ブルーインパルスが空高く飛び回れるほどお天気がいいとは限りませんし、飛んで良い場所や時間の長さに制限があるかもしれません。そのため、あらかじめたくさんの工夫が詰まったメニューをいくつか準備しているわけです。それぞれ見どころだらけで、どれがいいか選べないほどです。大まかには4つのパターンに分かれます。1、迫力満点のアクロバット飛行。2、様々な変態の形を見せる豪華飛行。3、まるでアクロバットのような変態連携軌道飛行。4、式典で行う祝賀飛行。さらに、アクロバット飛行は4種類あるため、全部で7つのパターンということになります。1時間目、迫力満点のアクロバット飛行。ブルーインパルスが本領を発揮するのは、宙返りや連続横転など、文字通りアクロバティックなアクロバット飛行です。航空法で曲技飛行と定められていて、ブルーインパルスは、これを飛行場でのイベントでしか披露しません。ブルーインパルスの真の姿は、航空自衛隊の基地で行われる航空祭で見られます。ブルーインパルスは、全部で約50個のアクロバット技を持っていますが、あらかじめ24から27個の技を組み合わせたプログラムが4種類作られていて、その日のお天気によって使い分けています。すっきり快晴なら、大空高くどこまでも登れますが、曇りの日は、雲に入ってしまうと、下から見えませんし、ブルーインパルス同士もお互い見えず、危険なため、プログラムを変えるのです。それを、それぞれ、第1区分から第4区分と呼んでいます。快晴、または雲があっても、その高さが1万フィート、約3000メートル以上あれば、急上昇や宙返りなど、最高のアクロバット技をすべて見せる第1区分を行います。晴天でも少し雲があり、その高さが7000フィート、約2100メートルなら第2区分になりますが、これは第1区分とほとんど違いがありません。雲が5000フィート、約1500メートルまで下がってくると、宙返りなど垂直方向の技の代わりに、水平方向に動く技を増やした第3区分になり、さらに3000フィート、約900メートルまで下がると、第4区分になります。第3区分と第4区分も、さほど違いはありません。なお、どの区分でも約8キロ先を見渡せることが条件です。このように天気に応じて、技を入れ替え、晴れでも曇りでも、十分な見応えがあり、そして安全に飛べるよう工夫しているのです。これほど晴れと曇りのプログラムが違い、どちらも充実しているのは、世界中のチームと比べてもブルーインパルスの自慢できるポイントです。あくまでも雲の高さで判断するので、晴れでも低い雲が点在すれば、第3区分、一面の曇り空でも、雲が高ければ、第1区分ということもあります。なお、空模様は刻々と変化しますので、ショーの途中でも区分が変わったり、一部の技を入れ替えるなど、柔軟に対応しています。だったら、あらかじめ4パターンを作っておかなくても、その時にできる技をたくさんやればいいじゃないか、と思うかもしれません。しかし、次の技とのつながりや、各機の連携など、とても繊細な組み立てが必要なため、好き勝手できるものではなく、基本パターンを設計してあるのです。2時間目、様々な変態の形を見せる高架飛行。さらにお天気が悪く、第4区分の条件を満たせなくても、雲の高さが1500フィート、約450メートル、視界が5キロ以上あれば、アクロバットはやらないものの、6機で様々な変態の形を見せる高架飛行を行います。この時にしか見られない体型ばかりで、飛行高度も低いため、アクロバットとは違う、見どころの多い飛行です。飛べるのになぜアクロバットをやらないのでしょう。それは、これほど雲が低いと、もしもの緊急時に上下に対比する空間が取れず、また、視界も悪いため、時速600キロで飛び回る各機を変態から分離すると、
お互い見失ってしまい、空中衝突の危険があるためです。これも、途中で空模様が変わればアクロバットに切り替えたり、逆にアクロバットから降下飛行に切り替わることもあります。3時間目、変態連携軌道飛行。ブルーインパルスは、航空法の規定する局技は飛行場でしかやりませんが、その他のイベントでも、まるでアクロバットのような大迫力の飛行を見せてくれることがあります。機体を90度以上傾けないなど、厳密には局技に当たりませんが、ハートマークを描いたり、上昇や旋回、大きく旋回するなど、規定上、局技ができない会場でも十分に楽しめるように作られていて、詳しくなければ、アクロバットと区別がつかないほどです。民間イベントで見られることが多く、飛行場とは違う風光明媚な景色の中を雄大に飛ぶ姿が見られるため、ベテランファンの間でも大人気です。なお、気象条件は、雲の高さが3000フィート、視界は 5km 以上が必要です。4時間目、式典などで見せる祝賀飛行。有名なオリンピックマークや国体開会式で通過するなど、大きな行事に花を添えるために飛ぶこともあります。国家機関として祝福を送るブルーインパルスのもう一つの顔です。この時はアクロバットは行いませんが、式典のここぞというタイミングに寸分たがわず通過するという離れ技をやってのけます。飛行機は空で止まってタイミングを待つことができませんので、時速600キロで飛びながら、コンマ数秒のタイミングを合わせるという、まさに神業レベルの飛行なのです。このように、どんな日でもその時にできる精一杯な航空ショーで楽しませてくれるブルーインパルス。かっこいいですね。次回は実際のアクロバット飛行の内容をご紹介する前に、それぞれのパイロットの役割と機体についてお勉強しましょう。これを知っておけば、ブルーインパルスを何倍も楽しむことができるようになるでしょう。